知識ゼロで OK、ライブ 2D を Web で動かそう。今回の講座はライブ 2D モデルを Web で動かすアプリを作っていくのですが、今回はコード一つも書かなくて良いという感じなので、本当に知識ゼロの方でも全然安心で作れると思います。配布データの中では、ここにボタンがあったりとか、ボタンを押すとホタルちゃんのページがあったりとか、マウスオーバーでマウス追従できるとか、モーション再生することもできます。例えば配信シミュレーターみたいな感じで配信の背景を置いて、そこにモデルを置くことによって実際に配信している体験みたいなのができるという。皆様はこだわった背景などを使ってこだわったポートフォリオを作っていただけると幸いかなと思っています。本日の流れなんですが、一つは Unity と SDK の紹介になります。そして続けて簡易ビューワーを作ってみましょう。チャプター3ではポートフォリオアプリを実際に作ってみようという感じでご紹介させていただければと思います。はい、まず今回の講座は Unity を使用します。ではまずは Unity をインストールしようということで、あとはその SDK for Unity をダウンロードしましょう。そもそもこの SDK っていうのはゲーム開発でしたりアプリ開発をしているときにライブ 2D のモデルを取り込みたいというときにこれをインポートさえすればもう一式入っている状態になっているので、自分でそのライブ 2D モデルを読み込んで表示させるようなコードを書かなくてももうある状態で開発を進められることになるのですごく便利なものになっています。SDK と配布パッケージのインポートになります。まずはこの公式からダウンロードしてきたもの、これをドラッグ&ドロップですね。ここから簡易ビュアを作ってみよう。モデルにマウス追従させてみましょう。まずはマウス追従用のコンポーネントをつけていきます。モデルのプレハブに追加するのは祝キュビズムルックターゲットと祝キュビズムルックコントローラーの2つになります。ややこしく見えるんですけど、実はすごく簡単な操作になっていて、まおちゃんのこの本体の方、続けてモデルにタッチモーションを設定しましょう。これにはちょっと注意点があります。今回のそのご紹介する方式では必ずモデルの中にヒットエリア用のアートメッシュを配置していないと、モーション再生することができません。ヒットエリアをモデルに配置されていない方はキュビズムエディターの中でモデリング段階でもヒットエリア生成というオプションがあるんで、それを生成して配置していただければと思います。そしてこれはボディのタッチヒットエリア、つまりこの枠の範囲にタッチすると再生されます。そしてこのヘッドの方ですが、デフォルトで頭のヒットエリアにタップすると表情リストが存在する場合表情が変わりますので、こちらは自動で設定されていますので特に操作は必要ありませんので、設定が完了しましたので今回はちょっと再生してみて、まずは顔にクリックするとちょっと分かりづらい本当だ。もう自動で変わるようになってるんですね。そして体をタップするとランダムで設定されたおお、モーションが再生される。すごい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 。簡単ですね。はい、これだけでもうモーションとマウス追従の設定ができましたので、ぜひ試してみていただければと思います。ここからはポートフォリオを作ってみようというコーナーになります。配布データの中では7つのシーンが入っていて、例えばこのホームビューから見てみますと、ホームがこれになっていて、で制作実績から、例えばモデルを選択できてホタルちゃんを開くと、ホタルちゃんのビューワーが開けて、で配信の様子になると、こういう感じのビューが開くで、この戻るボタンも、このように普通に一個一個シーンをつなげていって、そうですね、こういう感じになっていますね。なのでこれを応用して配置していただければいい感じのシーンが作れるようになるので、例えばその戻るボタンっていうのは戻るボタンで見てみると、戻る先はこのホタルちゃんというシーンですね。つまりここが配信の様子をクリックするとこのホタルビューワーが開いて、ここの戻るボタンはここに戻って、でこの戻るボタンはまたこのショーケースというここに戻ってっていう感じですね。で一つずつボタンの開く先をつなげていけばいいという感じです。他のオブジェクトを配置したいときはこのホームページの中でさっきのちょっと適当に書いた自己紹介の方を入れていくと、そうですね、これがちょっと適当に書いた自己紹介で、これはクリスタンで文字を打って書き出したピングデータになるんですけど、例えばこれを追加するときはキャンバスに右クリックして、今回は UI で今回はイメージを追加するので、テキストとかも追加できますね。今回はイメージを追加して、これが例えばイントロにしてイメージというコンポーネントを開いて、ソースイメージに先ほどのこの画像を入れて、で拡大してここに置いとけばという感じですね。簡単ですね。はい、す
でっていうのは。基本的にはドラッグアンドドロップで全てができるうん。っていう感じなので、簡単なのでぜひチャレンジしていただければと思います。